つもご視聴いただきましてありがとうございます。この海沿いの135号線を走ってる時に昼夜ともにすっごいおしゃれに見えるのでずっと気になっていたお店があったんですけど、今回ようやくお邪魔させていただくことができました。その気になるお店は伊東市宇佐美にありますラーメンビレッジカフェさんです。営業時間は11時オープンで途中の休憩はなく、通し営業で20時がラストオーダー。定休日は月曜日となっております。駐車場はお店のすぐ横にあり10台止めることができます。また駐車場はコンクリートで平面のため、バイクでツーリング途中に寄る場合でも止めやすいと思います。それでは行ってみましょう。お邪魔します。客層としては若い方からご年配まで様々といった感じです。また店内は想像以上におしゃれで落ち着いた雰囲気があります。ラーメン屋さんでありカフェでもありますからね、居心地の良い空間だと思います。また客席はカウンターが5席に4名用テーブルが3つ、2名用テーブルが3つに6名用テーブルが1つの合計最大29名入店可能となっております。あとこちらにはコーヒーの試飲コーナーが用意されており、各種豆の美味しさを引き出す焙煎をして引き立ての豆から抽出した美味しいコーヒーを提供してくれます。また試飲コーナーにない種類もあるらしく、詳しくはメニュー表に記載されているとのこと。あとドリンクはテイクアウトも可能とのことで、食後は伊豆半島のドライブに行くのであれば美味しいコーヒーを飲みながら景色と運転を楽しむのもありかもしれませんね。ちなみに試飲させてもらって個人的一番好みのコーヒーはこの極み深入りのダークオリジナルブレンドがとっても美味しかったです。それではメニューを見てみましょう。上からつけ麺の醤油と塩が5種類と、ラーメンは1種類で醤油と塩から選びます。続いて4種類のトッピングに2種類のワンディッシュ、3種類のご飯物は卵とお肉にこだわりがあるみたいですね。それにデザート3種類となっております。続いてはドリンクメニューです。上から自家製のコーラに自家製ジンジャーエールに自家製レモネードかソーダ、続いて種類豊富なコーヒーや紅茶にデザートのドリンクにビール、レモンサワー、ハイボールのアルコールにノンアルコールビールがあります。続いては大好評につき期間が延長された辛さが選べる限定商品の冷やし旨辛つけ麺に味噌つけ麺があります。麺茹で後のグラム数ってどのくらいの量なのかいまいちピンとこないですよね。続いては先ほどの試飲コーナーにあったいろいろな種類のコーヒーです。産地や浅入り、深入り、風味などそれぞれ細かな説明書きがあるのはありがたいですね。ちなみにコーヒー2杯目から全種類200円引きのようです。あと最初のメニュー表の一番上にあった昆布水つけ麺は11時から14時30分までの提供のようです。ただし事前に予約をしておけばディナータイムにもいただくことができるみたいですね。こちらのインスタグラムから引用させていただいたのですが、見た目が半端なく美しいんですよね。せっかくなら一度は注文してみたい一品ですよね。ちなみにその昆布水つけ麺の美味しい食べ方もありました。まずは昆布水を絡めて食べる、次に卓上の深海塩をかけて食べる、その後つけだれで食べる、ライムは締めで使うのがおすすめとのこと。卓上サービスはこんな感じ。奥のは見ての通りのブラックペッパーで、手前側が先ほどの説明にあった深海塩のようです。いやー美味しそうなメニューが多くて悩んじゃいますよね。散々悩んだ結果ようやく決めることができ、注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。鴨の釜玉昆布水つけ麺の塩味1700円です。このつけ麺は厚盛りか冷や盛りを選ぶことができたので厚盛りでお願いしてみました。量は並盛りとなっております。この左上のは割りスープのようです。麺は中太ストレート麺です。先ほどの説明書きにもありましたが、お店の方曰くまずはそのまま食べてみてくださいとのことだったので麺だけでいただいてみました。歯切れがよくもっちりとした食感の麺でとっても美味しいです。また卵に関しても栃木県産の那須の御養卵極みという高級卵を使用しているようです。またこの麺が入っている昆布水に関してもしっかりと味がついているため、これだけでも一つのラーメンが完成していると思えるほど美味しかったです。続いては鴨肉です。つけ汁に厚切りのお肉が4枚も入ってます。お肉はふっくらと柔らかく香ばしさもプラスされてとっても美味しいです。
しかもスープの中には角切りの鴨肉がたくさん入っており、いろいろな食感の鴨肉を味わうことができます。その他には鶏団子であったり、薄切りの豚肉やメンマやネギなど本当に具沢山で大満足の一杯です。続いては塩味のスープです。つけ汁なので当然濃いめですが、深みがあってとても美味しいです。多分普通の塩味のラーメンも抜群に美味しいであろうことが容易に想像できます。お次は2つ目の食べ方の深海塩を少しかけていただいてみます。味がぐっと締まって美味しく、また違う食べ物に大変身です。結構塩辛いのでかけすぎには注意ですね。続いては高級卵を潰して釜玉です。今度は急にまろやかな味に大変身です。昆布水の塩味との相性が抜群でとても美味しいです。お次は塩スープで美味しくいただきます。柑橘系の香りもあってまた違う味に大変身です。最後は割りスープをつけだらに入れて最後の一滴まで美味しくいただきます。なんなら最初に麺が入ってた昆布水の方に和だしを入れても美味しかったです。この和だし自体が絶妙な塩加減なので、レンゲに入れて単体で飲んでもとても美味しく、このつけ麺は一杯で何度も楽しむことができ大満足となりました。続いては淡麗ラーメンの醤油味1200円です。こちらは和風味の香りがとても良く、スープを飲む前から美味しいであろうことが分かっちゃう一杯です。そして麺は先ほどのつけ麺よりも細いストレート麺となっておりますが、注文の際麺の硬さを選ぶことができるため、今回は硬めでお願いしたところ、程よい噛み応えのある麺でとても美味しいです。その他の具材は角切りでほんのり香ばしい鶏肉に、豚ロース薄切りのチャーシューに、メンマにネギといった感じです。そしてお出汁の香りがしっかりとしている醤油スープはすっきりとしていてキレがあり、何か奥行きというか深みも感じる美味しいスープとなっております。続いてはデザートのアイスオンプティング700円になります。こちらはプリンの上にアイスが乗ったものになります。このプリンは外側は固めですが中は滑らかで、プリンアイスともに甘いのですが、カラメル自体が絶妙なほろ苦さのため、一緒に口にすることで美味しい大人の味を体感することができます。またこのプリンの色に驚きです。2層になるよう意識して作ったとは言ってましたが、高級卵を使用することでほんのりピンク色になるんですかね。ちなみに決済方法は現金のみとなります。料金的には少しお高めに感じますが、料理一つ一つのこだわりや内容、美味しさを考えると妥当ではないかと思います。つけ麺、ラーメン、デザート、試飲のコーヒーとどれもとても美味しかったです。機会があればぜひこちらに来店し、贅沢なひとときを味わってみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。